今日は中華料理のジャンタン、いわゆる味付け卵ですね。ゆで卵を基本醤油味をつけただけですが、これが作って食べてみると意外に美味しい。作り方は簡単ですが、侮れない昭和時代からのレシピ。ご飯のおかずに、中華料理の前菜に、ラーメンのトッピングにどうぞ。クッキングノートのジャンタンのレシピに、今日は半熟味付け卵の上手な作り方も後半おまけで紹介しました。はい、今日はクッキングノートの193ページ、中華料理のジャンタン、卵の醤油煮を作っていきたいと思いますので、まずゆで卵を作りたいと思います。卵を6個入れます。で、火をつけます。時々混ぜながら黄身が偏らないように茹でていきます。はい、固茹でにしますので、沸騰してから10分以上煮ます。はい、10分経ちましたので出します。冷水につけて冷まして卵の殻を剥きます。はい、庭で収穫したネギですので、ちょっと小さいのでレシピには3本足りますけど、ちょっと多めに何本か小口切りにしていきます。生姜も皮をむいて薄切りにします。ネギをみじん切りにしました。生姜の薄切りも一緒に入れときます。はい、ゆで卵皮むいて鍋に入れました。そこに先ほど小口切りにしたネギと薄切りにした生姜入れていきます。醤油、化学調味料ってありますけども、だし汁ですね。だし汁で火をつけます。はい、沸いてきました。弱火にしてこのまま15分から20分煮込みます。時々混ぜますね、全部使ってないので。はい、20分経ちました。火を止めます。ちょっとこの冷ましますね。はい、鍋から取り出した卵を6等分に切ります。感じですね。で、これをお皿に並べていきます。真ん中にパセリですけどもなりて、はい、ジャンタンの完成です。ここからはおまけの日本式半熟味付け卵の作り方です。中の黄身がトロトロの美味しい、よく日本のラーメンにトッピングで入っているやつです。中華のジャンタン、いわゆる日本では味付け卵ですけども、味付け卵は日本では半熟で食べることが多いですね。ラーメンのトッピングと感じて、そのための作り方をやっておきましょう。ジャンタンはもともと保存食なので、しっかり茹でて保存できるように作られたものだと思うんですね。でもこれは作ってなるべく早めに食べてください。冷蔵庫で普通に冷やしておいた卵を使います。常温じゃなくて冷やしておいてください。お尻の部分に蒸しピンで穴を開けます。卵の殻が壊れないようにしっかりとで穴開けます。空気が急に膨張して殻が割れないようにするためですね。穴を開けときます。はい、そして熱々にお湯を沸かしたところに入れます。もうすぐ沸騰しかけてるんですが、少し早めに入れましょう。割れないように入れます。
はい、黄身が偏らないようにゆっくり混ぜながら茹でます。6分ですね、茹でます。測ります。その間に漬けだれを作っておきます。はい、6分経ちました。火を止めます。ですぐにもうこれお湯から出します。冷水につけます。卵入れていきます。皮をむいていきます。タレにできたゆで卵をつけちゃいます。3、4、残念ながら後の日光は微妙。これは食べちゃいます。ごめんなさい。浸かりきってないですけど、袋に入れてもいいんですよね、その場合。でもこのまま時々混ぜながらつけます。ジャンタンと違って茹でないんですね。このまま漬け込んでおきます。はい、一晩つけておきました。よく使ってます。1個取り出して半分に切ってます。はい、とろっと中半熟の味付け卵ができました。これを今日はまかない料理、冷やし中華に卵をのっけて食べます。どうですか？美味しそうでしょう。いかがでしたでしょうか？中華のジャンタンと半熟味付け卵。ジャンタンはしっかり茹でてあるので長持ち、いわゆる保存食ですね。日本では半熟卵が好まれるのですが、このしっかり茹でて味付けしてあるジャンタンも美味しい。ついおやつ感覚で2個3個食べてしまいます。そして何といってもラーメンのトッピングにはこの半熟タイプの味付け卵ですね。とろりと溶け出した黄身がラーメンの他の具材に絡まってとても美味しいです。ラーメンのリクエストが多いのですが、今ラーメンの麺を作るための乾水を日本から船で取り寄せ中ですので、少々お待ちください。麺打ちからご紹介したいと思います。しかし昭和レシピチャンネルを始めて美味しいものをついついつまみ食いしたり、ご飯も食べ過ぎ、昨年4ヶ月かけて10キロダイエットしたのが元に戻ってお腹が出てしまいました。このままではいけない。またダイエットにも再挑戦したいと思います。Nos vemos. Chao chao.